いつも岸沢区の MTO オーダーたくさんいただきありがとうございます。今回の動画では個性豊かに仕上がった MTO の完成品たちを紹介させていただきます。過去にもたくさん紹介していますので、ぜひそちらも概要欄からご覧ください。こちらマホガニーのホーウィンのブラックコードバンでお作りしました。コードバンは革の断面がきなりが見えるので、こういった穴飾り系の靴だと穴飾りが主張しますね。こちらフルハンドでお作りしています。イルチアボックスカーフでお作りしたソートゥース。ボックスカーフでソートゥースのオーダーって意外と少ないんですが、なぜかというとやっぱりソートゥースは結構ミリタリー要素が強いカジュアルっぽい感じなので、脂肪系の革の方が多いんですが、こういったボックスカーフもよく合います。こちらイノシシ革黒でお作りしたローレル。糸がベージュなのがワンポイントですね。これで全部黒ももちろんかっこいいんですけど、こうやってベージュの糸を使うことによって少しカジュアルダウンするというか風合いが出ますよね。ライニングはグレーです。イノシシ側の黒でお作りしたカメリアタッセルローファーです。こちら糸も黒いですね。グリーンのライニングが入っています。ダークブラウンのイノシシ側で制作したヘーゼル。もともとこのヘーゼルの成り立ちというのはナンバーズコレクションナンバー3から由来していまして、ナンバー3はダークブラウンのイノシシ側で制作してましたので、まさにその組み合わせですね。こちら黒のボックスカーフでお作りしたホーソーンのスクヤとハーフミッドソールですね。やはりホーソーンはハーフミッドソールのオーダー結構多いですね。代表的なこのスキンステッチのモデルエドワード・グリーンのドーバーがもともとハーフミッドですので、それに倣ってハーフミッドっていう場合が多いです。こちらカラス仕上げですね。イノシシ側のキャメルとクマ側のナチュラルを合わせたローレル2です。ソールの色は生成りではなく茶色なんですが、脱脂縫いの糸は白ですね。最初に僕が自分用に作ったローレル2の試作というかサンプルと全く同じ仕様でオーダーいただきました。こちらはメジャムカーフ、色はケルマーという、ブラウンの色味ですねでお作りしたマホガニーハーフミッドソールになっています。このケルマーの色味とライニングのライトブルーの色味意外とよく合いますよね。ライトブルーのライニングは人気でたくさんオーダーいただきます。メジャムカーフ、今仕上げの磨きで軽く磨いただけですけど、表面磨きなんかするとこのムラ感がより深くはっきり出てきて美しいのもまた特徴的です。チェスナット新コードバンのコニャックでお作りしたもの。これも定番のオーダー内容になってきてますね。ただこれ脱脂縫いの糸が白になっているので、これだけでもかなり印象違います。サンプルはこれ糸も全部茶色く染まってるんですけど、サンプルと違って糸が白くなってる。少しカジュアル感が増しますよね。チェスナットに非常によく合ってます。こちらは、熊川月のワグマ側で制作したヘーゼルですね。ラバーソールなんですけど、これリッジウェイタイプがついてます。ビブラムソール。オーダーメニューにはないんですが、オーダー会等でご相談があればこういったものもできます。月のワグマ側の脂肪感独特ですね。こちらはホーウィンのハッチグレインレザーで制作した、正式名称はホーウィンのパイニアルインディアという革なんですけど、制作したこれダブルソールになってまして、ダブルソールにするとその分ヒールの厚みも増えるので結構ヒール高く見えますね。これはスウェードの黒とヤギ革の黒のコンビで制作したローレル2です。同色異素材コンビですね。特に同色異素材コンビの黒はかなりシックな仕上がりになります。そしてどちらも革とても柔らかいので履き心地はすごく柔らかいと思います。こちらはイルチアのボックスカーフワインで制作したオークですね。オークもやはり、脂肪革系でオーダーいただくことあるんですけど、ボックスカーフも実はよく合います。ダブルソールで少しゴスめな仕上がりです。サイズが小さめ23センチぐらいですね。月のワグマ側は黒で制作したローレル。月のワグマ側とイノシシが比べると月のワグマの方が最初の磨いた時の光沢はよく出ますね。イノシシ側も磨いていくと徐々に光沢感増していきます。
ローレル2月のあぐまの黒とエプロン部分がボックスカーフになってます。そしてスキンステッチですね。これも同色異素材コンビですね。このオーダーはなかなか見ない、意外とレアな感じで目を引きますね。こちら月のあぐま側スノーベルです。フルハンドメイドですね。月のあぐま側の特徴は結構目立つ毛穴と、そしてつぶつぶ感のある脂肪感ですね。他のイノシシ側やヤギ側とも若干似てはいるんですけど、クマがならではの脂肪感です。ソールはフィドルバックですね。こちらホーウィの8グレーン、色はタンでお作りしたスイングローブチークです。これサンプルにあるのと同じなんですが、こちらワイドラストですね。イルチアのミュージアムカーフ、色はケルマーで製作したチェスナット、こちらワイドラスト。イノシシ側のキャメル、ラウンドトーンのホーソーンです。ハーフミッドソールになっていて、出し縫いの糸が白いですね。でアッパーの糸も白いので結構カジュアル感ありますね。ハーフミッドソール人気ですね。こちらもハーフミッドソール、イノシシ側キャメルのヘーゼルですね。でコバの側面は茶色いんですけど、コバの上面はナチュラルっていうちょっとヴィンテージシューズにありそうな色指定がねありましたので、そちらで制作しました。月のあぐま側の黒ソートゥースですね。そしてラバーソールのリジュータイプがついています。クマ側も結構個体差あるんですけど、これ少し生前の傷が多めな感じでワイルド感が出てますね。こちら全く同じなんですけど、月のあぐまが黒のソートゥース、こちらレザーソールのダブルになっています。こちら同色異素材、同色といっても同色ではないんですけど、どちらもネイビーです。イルチアのミュージアムカーフ、村染めの牛の皮ですねのネイビーと新コード版のネイビーです。ミュージアムカーフは結構青みが強い紫系の青に対して、コード版は緑系の青なので、同色といっても結構色味の違いは分かりますね。こちらは個人的にかなり気に入ってるんですけど、緑のコード版、新コード版とイノシシがナチュラルの組み合わせですね。ポップな感じにしたいというオーダーでしたので、いろいろ色味の合わせを提案してこういったオーダーになりました。組み合わせがなんかすごくおしゃれですよね。これカジュアルに履きたいですね。MTO ベルトも製作してます。こちらはですね、月のあぐま側の茶色で作ったベルトですね。ベルトは靴と同じかほぼ全部選べます。そしてサイズもオーダーできますので、ぜひ靴と一緒にねオーダーいただけると嬉しいです。ホーソーンですね。これ新コード版のコニャックとエリチアのボックスカーフ、色はラストというライトブラウン系の色の組み合わせです。新コード版はスキンステッチできないんですが、スキンステッチをしているのはこちらのボックスカーフ側なので、こういう組み合わせでしたらできます。ジョン・ロブのコンビシューズを彷彿させる。ただジョン・ロブにはこういったスキンステッチモデルでのコンビはなかったような気がするので、意外とあるようでない仕上がりになってますね。こちらフルハンドメイドです。イノシシ側のダークブラウンで制作したホーソーンですね。さっきとデザイン全く同じホーソーンのラウンドトーンなんですけど、色味が違うんで本当に全く違った靴に見えます。